チャプター1。あえかな朝の光がようやく庭園のバラたちに届いた。花弁は朝露をまとって絹のような光沢を帯び、ほとんど完璧な均衡で開いている。その周辺を艶やかな新緑の小葉が飾る。一つ一つの花は華やかだが、どこか木刀めいた厳粛さが漂うのは、あまりに整然と並んだ光景が壮烈を想起させるからだろうか。それとも、そよとも吹かない風のせいで、外れ葉ごつれの音すらも届かないからだろうか。例えようもない濃厚な色が後期だけが言葉の代わりのように早朝の澄み切った大気を染め替える。重厚な色彩の中に不意に蜂蜜色の輝きが現れた。ゆるい螺旋を描く豊かな紙だ。それはまだ淡い朝の光を公然と弾きながら少女の優雅な所作に合わせて複雑にうねり、死体を飾ってまとわりつく。少女はバラの壮列を見渡しながら、数段にわたってしつらえた花壇の頂点を目指して歩みを進めている。その可憐な姿は未だ薄暗い庭園に光を灯して回っているようにも見えた。見て、アベルラ様よ。いつ見てもお美しいわね。どこにいたって絵のようだわ。花壇のふもとを通りかかった生徒たちが少女、アベルラの姿を認めるとため息交じりに囁きを交わした。惹かれてはいるが近づきがたい。生徒たちの足はそんな意志を宿して舗装路に縫い留められている。アベルラはまさに美しいバラのような存在だ。眺めている分には美しいが、いざ手を伸ばしたら、と考えると、トゲの刺さる痛みを予感して身がすくむ。やっぱりエヴァーメイデンに選ばれるのはきっとあの方よ。間違いないでしょうね。安全な立ち位置から眼差しを送りながら、二人の生徒がうっとりと会話を交わす。その傍らではもう一人の生徒が青白い顔をして痛みに備えるように拳を握りしめていた。どうしよう。アベルラ様、さっきからずっと私のバラの前にいらっしゃるの。あら、お眼鏡にかなうといいわね。どうかしら。なかなかに難しいお顔のようにも見えるけど。アベルラ様！友人たちの気楽な囁きの渦から顔をこらばらせた生徒が進み出てアルベラに声をかけた。決意にあふれた足取りだったが、アルベラの真紅の瞳に出会った瞬間、歩き方を忘れたように止まってしまう。おはよう。おはようございます。かすれた声で返しながら、生徒は力の抜けた足をぐっと踏み直す。アベルラ様、そのバラに何かお気に召さない点でもありましたでしょうか？これはあなたが咲かせたもの？はい。そう。アルベラはふつりと言葉を切って再び視線をバラの上に落とす。金色の長いまつげが赤い瞳をけぶらせる。
生徒の胸の奥の天秤は恐怖と陶酔の高を測りかねてせわしなく揺れ動いた。のこばが深いのは好ましいわ。けれど花弁はほんの少しだけ不揃いね。バラという花は世界の象徴。均衡に気を配りなさい。はい。仮面の均衡には自信があったが、アルベラの目には瑕疵があったようだ。しかし落胆よりも安堵の方が大きかった。覚悟していたよりもずっと本当でありきたりな指摘だったからだ。ご忠告痛み入ります。しかし生徒は束の間の安堵から一転、上ずった小さな声を上げる羽目になる。アルベラがすっと身をかがめ、九段のバラに顔を寄せたのだ。まさにもう一つの花弁のように艶やかな赤い唇が花に触れるか触れないかの位置まで近づいた。その瞬間。この日初めての微風があたりをそよがせて、バラが身もだえるように揺れた。その拍子に唇と花弁が重なった。少なくとも生徒の目にはそう見えた。生徒はアベルラの唇の柔らかな手応えを自らの手の甲で受けたような気がしてぞくりと身をすくめる。ただ、香りは悪くないわ。もう少し控えめにした方が上品かもしれないけれど。ありがとうございます。自分でも滑稽に思うほどぎこちない返答だったが、アベルラは身を起こしながら柔らかな微笑を浮かべている。いいお返事ね。次に咲かせる花も楽しみだわ。では、ごきげんよう。去っていくアベルラを生徒はほうけた顔をして見送った。その頬は先ほどの青白さから一転、バラから色をもらったかのように好調している。やるじゃない。アベルラ様に認められるなんて。いつまでも置物のように突っ立っているその背を友人が手荒く叩く。帰ってきたのはうろんなうめき声だった。アベルラ様があんなにご機嫌になるなんてめったにないことよ。もっと喜びなさいよ。ええ。頭がぼーっとしてしまって。あなた、目を開けて夢を見ているような顔をしてるわ。無理もないけどね。そうからかう友人たちの瞳には色濃い存亡が揺らめいていた。図書館には時から取り残されたような静寂があった。外と内、二重の円形にそびえる壁には本棚がぎっしりとしつらえており、来訪者に圧しかかるようだ。書棚にはそのうちに膨大な言葉を飲み込んだ書物たちがしかつめらしい表題だけを掲げて並んでいる。夜が明けるや否や図書室を訪れたただ一人の客人も端正な唇を引き結んで言葉を発することはない。深い静寂にただ一つ響くは紙と紙が擦れ合う音だけだ。ページをめくるついでにすんなりと伸びた白い指が燃えるような赤毛をかき上げる。高い位置に退けられた、もう毛束かはしかしすぐにずり下がって資料に沈む頬に尖った影を落とす。試作か。
けれども少女は未練がましい髪の毛にもうそれ以上構おうとはしない。その視線はただひたすらに文字を追う。炎の最も明るいところを凝集させたような金色の瞳は、髪面が焦げかねないほど激しい好奇の熱を帯びている。初夏用の脚立に腰掛けて足を無造作に投げ出した姿勢は、お世辞にも行儀がいいとは言い難い。しかし均衡を取れた長身のせいか、あるいは知的な横顔のせいか、奔放ながらどこか気高さを感じさせる光景だった。やがて時間とともに図書室を訪れる者が増え、紙の音や低いささやきが静けさを汚しても、彼女は依然として深い集中に沈んでいた。と、そこに足音とともに人影が訪れて、少女の眺める紙面を陰らせた。ロ呼び声は遠慮に満ちていたが、ロビンは苦々しい思いで目を細める。どれだけ気遣いに溢れていようと、本との対話に割り込む人間は許しがたい邪魔者だ。何か？紙面に目を落としたままぶっきらぼうに応じる。ロビンの不機嫌を察知した相手が軽く息を飲んだ気配がした。それでもその場を去るつもりはないらしい。ロビンの上に落ちた影が身白いでわずかに声を震わせながら続ける。邪魔してしまってごめんなさい。少しだけ手を貸してほしいの。本を探していて。本当に悪いと思ってる？ロビンは本から顔を上げ相手を見つめた。最初に声をかけられた時から、いや、控えめな足音が近づいてきた時から誰なのかは分かっていた。キャナリーはいつもこんな風につつましい態度でロビンの集中を乱しに来るのだ。本人が望んだわけではないにせよ。ロビンの鋭い眼差しに出会うと、いつも夕暮れの湖面のように潤んでいるすみれ色の瞳は、物悲しい陰りを濃くして伏せられた。栗色の柔らかい髪に縁取られた百合のような白い顔。今にも消え入りそうな風情で縮こまる華奢な死体。故郷に帰る術を失った妖精のような美しさと儚さを宿した少女だ。ええ、思ってるわ。でも、私だけじゃどうしても力不足で。ロビンは何かを察した様子で視線をキャナリーの肩越しに投げかけた。予想していた通り、そこには一般クラスの生徒が立っていた。油断しきっていたその立ち姿は、ロビンの一別にすくんでたちまち居住まいを正す。生物駆動の参考書を探しているの。大アリクイについてよ。背で生徒の萎縮を感じ取ったのか、かばうようにキャナリーが言う。もちろん該当する棚は探したわ。でも、彼女の知りたいことについては、どこにも見当たらなくて、むしろ、機械造学の範疇かもしれない。ロビンはキャナリーではなく、生徒の方に目をやりながら言った。手を止めてまで協力しろというのなら、相応の礼はもらうよ。お礼。ええ、そうよね。もちろんお礼はするわ。私にできることなら、何がいいかしら。戸惑いながらもお礼について考えを巡らせ始めたキャナリーだったが、すぐさま生徒の声が割り込んだ。私大丈夫です。自分で探しますから。でも、難しい探し物だってことは分かってたんです。頼ってしまってごめんなさい、キャナリーさん。謝らないで。
いいのよ。頼ってくれて。いや、自分で探します。それも勉強だと思うから。早口で依頼を撤回し、生徒は去っていく。その姿を見送るキャナリーの横顔には、役に立てなかった罪悪感が滲んでいた。ロビンは軽く鼻を鳴らす。あの子、あんたよりよっぽど物の道理が分かってるじゃないか。答えは自分で見つけるべきだ。でも、あんなに難しい問題なのに、大丈夫かしら。ロビンは音高く本を閉じてため息を一つついた。こちらへと首を戻したキャナリーの瞳をじっと見据えて問いかける。特進生徒でも見当のつかない課題を一般クラスの生徒に出すと思う？ロビンからすればほとんど回答に近い問いだったが、キャナリーにとっては不可解なものだったらしい。確かに、通常ではありえないけど。でも、実際に出されたからこそ、あの子は私を頼ってきたのよ。肝そぞろに答えると、キャナリーは身を翻して去っていく。宣告の生徒にもう一度声をかけるつもりなのだろう。その後ろ姿から視線を引き剥がし、開き直した紙面へと落としながら、ロビンははっと息を漏らす。嘲笑なのかため息なのか、彼女自身にもわからない。ただ一つはっきりしているのは、再び書物の世界に意識を飛ばそうとしても、もはや思うようにいかないということだ。声をかけられる前はあれほど環境を覚えていたというのに、もうその没入に戻れない。むしろ文字の上を滑るばかりだ。キャナリーは見知らぬ生徒からしても声をかけやすい相手だろう。推しに弱いお人よしという人柄は一般クラスの間にも知れ渡っているのだから。故に、虚偽の宿題を盾にキャナリーの時間を奪おうとする生徒がいたとしても驚くに値しない。実際にロビンは初めて言葉を交わす生徒相手に精一杯の善意を発揮しようとするキャナリーを何度も見かけた。生徒のお願いを扱いかねたキャナリーに助力を求められるのもこれが初めてではない。その際、どれだけぶっきらぼうにあしらっても、キャナリーが真の意味で臆することはなかった。必要が生じれば必ず声をかけてくる。おそらくロビンにも自分と同じ善意があると思い込んでいるのだ。しばしば図書館の主と呼ばれるほどの知識量を惜しげもなく赤の他人に使う人間だと。ロビンは煩わしげに頭を振ったが、読書を妨げる雑念が思考から追い出されることはなかった。どうでもいいことのはずなのに、今の生徒の狙いは何だったのだろうと、頭が勝手に試作してしまう。キャナリー本人が無頓着な分、代わりに考えてやっているようなものだ。本当に用があるのか、嫌がらせで無理難題をふっかけているのか、行為から長く引き止めるための話題を選んだか。結論はたやすく出た。3つ目だろう。追いついたキャナリーに声をかけられて嬉しそうに振り向く生徒の様子からして間違いない。と、そういう判断を下したロビンの頬が苦々しく強ばった。こわばったか。紙面に落としていたはずの視線がいつの間にかキャナリーたちを追っていることに気づいたからだ。
偽善者が。ロビンはそんな呪詛を唱えることによって胸に渦巻く黒い気持ちを読書の時間を邪魔された苛立ちとして片付けた。窓の色は黎明の灰暗さから早朝の清々しい明るさへといよいよ光量を増しつつある。しかし寮の廊下からは逆に活気が失せていた。先ほど目覚めた生徒たちが小声で挨拶を交わしながら塔を去っていったところで、今は無人の静寂だけが満ちている。来賛日の朝は早い。この無音は生徒たちの勤勉を示す理想的な静寂だった。しかし、バボーその理想は少女の声とノックによって破られた。彼女、マコは、マコか。彼女、マコは一度塔を去ったのだが、入り口、人待ち顔で寮の出入り口をうろついた後、何かに耐えかねた様子でこの廊下へと戻ってきたのだった。ねえ、バボーネいるんでしょ？拳が音高く扉を叩くたびに焦げ茶色のおさげが揺れる。血色のいい頬や薄いそばかすは素朴だが、メガネの奥の瞳は鮮やかな青で、小麦畑の果てに突然大海が現れたかのよう。いかにも真面目そうな顔つきだが、その瞳に宿る凛々しい輝きが堅苦しい印象を和らげている。いい加減起きないと来さんに間に合わないわ。もう寮には誰もいないの。私とあなただけ。あと10秒だけ待つわ。それでも起きてこなかったら私先に行くからね。いい？本当にやるわよ。マコーでいいんか。マコーは表情を厳しく引き締め、精一杯無表情に言い放つ。扉越しに気配を伺うが反応はない。マコーの顔に浮かんだのは哀れでも苛立ちでもなく、迷子のような心細さだった。ため息をついて実際に数え始めるまでに優に10秒は経っていた。1、2、3。ようやく始まったカウントも数字と数字の間に十分な間を取って緊張感などかけらもない。9、10。しかしその温情に溢れたカウントアップが終わって伸ばしに伸ばした余韻すら消え失せても扉の向こうは静まり返っている。もしかしていないの？先に行っちゃったとか？マコーは小さく独りごち。思い切った様子でノブに手をかけた。そのまま扉を開く。室内をさまよった視線がベッドの上に止まる。マコーは何度も瞬きを繰り返した。が、人一人分抱えて盛り上がった毛布の膨らみと、その縁からこぼれる白金の髪が消えてなくなることはない。いるのよね。いるんじゃない。バボーネ。声を張り上げると、ベッドの上で毛布の塊がもぞつき、くぐもった声が聞こえた。マコー？何やってるのよ、バボーネ。起きて、すぐに支度して。
マコウは毛布を引き剥がし、弱った芋虫のように横たわる友人を叩き起こす。パボーネを洗面所へと送り出し、彼女が顔を洗っている間にクローゼットから制服を取り出して用意する。パボーネがあくび混じりに歯磨きを始めると、マコウはブラシを持ってその髪を溶かし、手早く結い上げた。いやー、お手並み鮮やかだね。いいから早く磨いて。はーい、すっきり。ありがとね、マコ。だいぶ目が覚めてきたよ。それじゃ行こうか。そのまま行かないで！着替えないと！おっと。パボーネは戸口へと運びかけた足を止め、マコウが用意した制服を受け取る。通りでスースーすると思った。寝巻きの方が動きやすいんだけどね。もう、ほんと人の目を気にしないんだから。何の恥じらいもなく寝巻きを脱ぎ捨てるパボーネに焦り、マコウは慌てて目を背けた。ぎゅっと目を閉じ、今目にしたものを忘れようと努める。けれど、まぶたの裏の暗闇には、下着に包まれた肉感的な死体の残像がぼーっと浮き上がったまま消えてくれない。パボーネは外見だけなら誰よりも美しい少女だ。とろけるような白の肌、繊細な光を宿す白金色の髪、鼻筋の通った完璧な造作。園児の瞳は底の見えない色合いで賢いような気ままなような人懐っこいような謎めいた光を宿している。黙って立っていれば神々しくも怪しくもある美貌で、実際に彼女の人となりを知らない一般クラスの生徒たちの間では、アベルラと並び立つ人気を誇るらしい。マコウも親しい間柄になる前は近寄りがたい雰囲気を感じていた。きっと一方的に見とれてしまって対等なやりとりなんて交わせないだろうと思っていたのだ。しかし今は、これは良くないね。先行きなよ、マコ。着替えながら時計に目をやり、初めて遠慮を見せるパボーネに対して、マコウはあさっての方を向いたままそっけなく言い放つ。あと10秒だけ待つわ。1、2、私のおもりも大変だね。3、4。マコウはカウントを続けて聞こえないふりをした。本当に大変なんてもんじゃないわ。心の中ではそんな軽口で返しながら。10！お待たせ、支度完了。早足で行くわよ。はーい。二人は早足に部屋を後にし、来山道を目指す。来山軌道を目指す。生徒たちの大半はすでに来山軌道についているのだろう。道すがら誰の姿も見かけない。なんとか間に合いそう。いつもごめんね、マコ。本当に助かるよ。次は先に行くから。そしたら私、もう来山軌道で寝泊まりするしかないわ。天才的な発想ね。荒い呼吸の合間からそんなやりとりを交わしながら、二人は来山軌道の前にたどり着いた。階段を登った先に開かれた入り口があり、その扉の横で二人の生徒が時計を見ている。帝国に扉を閉める係だ。声こそ聞こえないが、
またしても10カウントが始まっているに違いない。秒に合わせて軽く頭が揺れている。二人はもはや話をする余裕もなく一気に階段を駆け上った。よし、間に合った。戸口へ飛び込むと、パボーネは息を切らせながらもどこか楽しげにつぶやいた。が、それに対して傍らの反応がないことに気づくと、不審げに周囲を見回した。一緒に駆け込んだはずの友人がいない。階段を登るせわしない足音は確かに耳にしたはずなのに。マコ？振り向き、登ったばかりの階段を見下ろしたが、そこにマコーの姿はない。10カウントを終えた係が観音開きの重厚な扉を閉め、あっけに取られるパボーネの視界を遮断した。